皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。2025年4月27日朝10時30分バルセロナ空港のバスを乗ったところなんですよ。でさっき前回の動画の最後でね、僕ねこの一番向こうタクシー乗り場のところに降りちゃったんです。降りたけどね、降りたらバスのマークがあってちょっと歩いてきたらここへたどり着きました。で A の1だったかな。もうここしか人並んでるとこなかったんで、係の人にこれカタールニャ広場行くかって行くって聞いたんで乗り込んでおります。飛行機降りるときね、もうギリギリまで雲の中だったんですよ。あれ一体何なんだろう。下降りてきたら真っ青ですよ。あの雲の中通ってきたんかな。不思議な感覚ですわ。まあでもね幸先いいですね。青空が迎えてくれました。まあ一応今のところね順調です。私がね最後ですけども M さんから始まって長男、それから妻、私全員予定通りバルセロナに着きましたんでね、今までねなんか一人旅でちょっと寂しかったんですけども、ここからはね4人の旅行です。まあといってもまだしばらくバスに乗ってる間は一人旅ですけどね。あ、街が見えてきたね。なんかねアジアの大都会から来たから、その高層ビルとかはねないんですけど、古いね、中世の街並みが広がるんだろうと、想像してるんですその想像が正しいかどうかはカタールに広場ついてからですけどね。高速道路をぶっ飛ばしてるんよね。隣電車が走ってる。あの電車が一番安いって書いてましたけど、電車時間かかるらしいんですよ。このバスが一番早くて安いってねいう感じで書いてたんで、もうバス一択だったんですけども、いやこれだけ高速ぶっ飛ばしたら早いわな。100キロ制限やけどどう見たって100キロ以上出してね。しかも空いてる。これだったら僕でも運転できるわ。昨日のマニラはもう絶対不可能だって、信号ないとこでみんなもう前からも右からも左からも上からも下からも来る。あんな街では絶対運転できないよね。歩行者だってね、もうとにかく足一歩踏み出さないと誰も止まってくれないんですよ。ところが一歩踏み出したら止まってくれるんです。このあうんの呼吸使うまでが大変でしたけど、ここはそんなことないよね。なんかね右側通行で右側から合流するの慣れてないから変な感じですけどね。そうだよね、昨日もマニラでもそうだったよね。右側通行で慣れてないから僕左から対向車来ると思ってね、逆か見てなくて危ない見したことあったんですけどね。空港出て15分、最初のねここバス停がそろそろだと思うんですよ。これ見たんですけど、なんだったかな、これスペイン広場じゃなかった、なんかそんな感じのとこ、すいません事前には調べてたんですけど、街並みがやっぱりそれらしくなってきましたね。一人降りるんですよね。グランビアプラスエスパーニャだからやっぱりスペイン広場やと思うんですけど全くスペイン語分かりませんので。4分後2つ目のバス停でねまたお一人さん降りたんですけど、なんか地元民っぽい人でしたね。当たり前かな、こんな普通の街で降りる人なんだね。観光客ちゃいますよね。荷物も持ってないし、このお姉さんですよ。3つ目のバス停はねちょっと観光地っぽい雰囲気のとこですね。次が最終ですよ。会場にね走ってね30分ちょうどでカタールニャ広場着きました。さあ問題はここでねみんながどこにおるか探さないかんねやけどね、なんかこのお馬さんの像の前に集合で来てくれるかなって感じで、今からちょっと連絡を取ってみます。無事4人で合流しました。で今カタールニャ広場からホテル向かってるんです。ここはねランプラス通り、もう一番のメインの通りですよ。観光客がもうみんなここ来るとこ。お土産屋さんになんか目があったの。ホテル行こうね僕トイレ行きたいんですよ。さっき空港でねバススッと乗れたからトイレ行かなかったんよね。なんかお土産屋さんに捕まってる。ええけどね、僕バルセロナ初心者だからここで迷子になるとまずいからしばらく待ってますわ。でもやっとこさヨーロッパ来たって感じがします。
でね、日差しがねきついんですけど、昨日僕マニラいたから寒く感じる人間そんなもんですよね。今日はもう快適な温度やと思いますよ。バルセロナといえばね、これですよ、サッカーですよ。バルセロナのショップがあるんですけどね、今子供がね、欲しいレプリカのユニフォームを見に行ったんだけどなかったです。今僕選手知らない昔のね、ネイマールやメッシやって言って笑われるよね。けどその頃うちの、子供がね小学校でサッカーやってたんで、あの頃の選手だったら分かるんですけど、今ごめん全然分かんない。よく知ってることしたらプッて笑われるかもしれんけどごめんなさい。昨日うちのね子供はねカンプンノまで行ってるんですよ。僕がバニラでねジタバタしてる時にみんな楽しんでる。私は今からバルセロナ楽しみますよ。ここがホテルローマレイヤルでね、安宿なんですけどね、楽しい。昔のなんか広場なんですよ。ここみんなね昼ご飯食べたり夜ご飯食べたりしてるらしいです。でここが広場ですよ。広場でなんかイベントやっとるというか、なんと言うたらいいのか、まあ来たばっかりでよく分かってない状態ですよ。でしょね、有名な広場じゃないんだけど、掘り出し物を見つけたような気になってます。ヨーロッパの人はね外のテラスで食べるの大好きやね。特にねやっぱ北の方から来た人、地中海側来るともう太陽を浴びるために来てるから、こんなところで太陽を浴びてね、まあお酒飲んでまったりしてますよ。日本人みたいなアクセスね、10分で飯食ってそういう人ヨーロッパにはいないよね。でアジア人がいないんですよね。もう昨日から感じてたんですけど、アジア人どこにもいない。日本人なんか一人も見てない。たださっきねお土産物屋で買い物したら数をね1234で僕ら数えてたら、店主さんがね1234567って数えてくれて、お聞きしたら昔日本で働いてたんだって。そういった人もバルセロナいます。さあここの広場を抜けてねお昼ご飯を食べに行きます。結局ね広場でご飯食べることにしたんですよ。いい感じのテラスでね。でイカスミのね黒いパエリアっていうのがねで日本出る前に見てて、これ食べたかったんですわ。それからパスタのね海鮮のパスタとかチーズのパスタとか、まあ地中海っぽい感じでいいでしょ。それとサングリア飲み物はね、これがスペインのねいい感じでね、デキャンターっこ見えますかね。これハーフサイズなんですよ。普通はあれの倍なんだけど、ハーフをね3人で分けたらちょうどいい感じになってました。このね奥が広場なんですよ。広場が出たらねいい感じでしょ。ここさっきのメイン通りよりこっちの方がはるかにいい感じですよね。いやとこホテル取ってましたね。地下鉄乗ってグエル公園までやってきたんですけど、まあ想像はしとったんですけどね、ここ日時指定で予約が必要なんですよ。で飛び込みで来て行けるかなと思ったら今日も晩までダメ。まあそんなもんですよ。バルセロナのね大体有名な観光地は全部日時指定がいるんよね。ですから飛び込みで来て入れるっていうのはなかなかないですわ。ただ今ちょっと話しようやけどね、明日ワンチャンスあるんで朝ね来れたら来たいなーっていう気持ちがないことはないです。ここメインの場所ですよ。あそこにカエルがおるはずなんですけど、カエルも見えんのかな。こっから中はね僕らは入れないんよね。なんかこんながちょろっとだけ見える私と一緒でねチケット持ってない人がいっぱいここおって、一生懸命人交渉しおるけどね入れてくれません。まあでもこれとりあえず見に来れただけでもいいじゃないですか。地下鉄に乗って移動してきたんですけどね、ここにガウディ2つあるんです。カサ・アミ・テリエール、これなんかドイツの建築っぽいよね。それと隣がね明らかにもうガウディなんですけど、カサバトロ。
自然、ね、の、自然を造形したって建築で、宮崎駿のねなんか映画に出てきそうなね感じがするんですけどね、すごいなんかあれやね、感じが違いますよね。同じ建築家やったとは思えないんですけど、ほんまかな、僕勘違いしてない。みんな右入っとるか左入っとる人おらんねんやけど、さっきの傘バトルからねほんのちょっと北へ来たら傘ミラがあります。ここ有名ですよね。ここも入りたかったんですけど入れない本当バルセロナはね行き当たりばったりはダメです。あれ何なんかな、なんか窓というかベランダの周りにあるの、ちょっと僕には芸術が分かんないんですけど、人のようにも見えるし動物のようにも見えるしって感じですね。ほんとへえですね。でね、さっき傘バトルのところで説明間違っててね、もう一個のやつは、ね、お菓子屋さんですよ。なんかドイツのね古城みたいな雰囲気で全然ちゃうなと思って、やっぱり違ってて、ここも、間違いなくねガウディですね。もうね中入れたんです。よかった、当日券があって。いきなりねエントランス入ったところ、中がこう空洞になってたね。いろいろね入っていけるんで入っていく。ここねダイニングルームなんですよ。入り口で音声ガイドをねいただいて、日本語での音声ガイドを聞きながらなんですけども、ここ外やね。なんか外から見たらねひらひらだったのが硬い。なるほど、遠くから見ると近くで見ると全然違うんや。この回一通りね、見れるようになってるんですけども、一応一部屋だけ動画でねお見せしました。なるほどね。中庭を撮ってるのはね全ての回で自然光をここへ入れるためらしいですわ。今雨降ってるんですけど明るいです、廊下がね。電気もあるのはあるんですけど電気は暗いです。圧倒的に自然光の明るさですよ。いやー、100何年も前にね自然とか太陽とかね光とか考えてね建築やってる、すごいね。傘ミラもっとね動画撮ってたんですけども、どうもマニラで故障してからスマホの調子悪いんですよ。保存されてない動画が多かったので、多少ですけども写真で雰囲気をご覧ください。でこの日ね僕たちが入ってから夕立が来たんですよ。屋上も行けるはずなんですけども残念ながらクローズになってました。で傘ミラを後にしてホテルに1回帰ってちょっと休憩してから今日のね夜のメインの場所へ移動するんです。その間に、地下鉄の乗り方も含めてちょっとご案内して今日の動画はね終わりにしたいと思ってます。古いねホテルなんでエレベーターがねなんと大昔のエレベーターですよ。手動で開けてで降りていく。金網から下見えるんですけど、もう見えなくなっちゃった。昔のヨーロッパのアパートにあるような感じかなって。地下鉄をねファミリア券で乗るやり方ですね。1人が行きます。で1人が出るんです。で次に1人がタッチしたらこれで OK です。今のでねファミリー券で何人でも行けるんですよ。これがバルセロナの地下鉄の乗り方になります。地下鉄ね出るときはノーチェックなんですよ。これ前ニューヨークもそうやったけどね、入るときだけチェックがあって出るときはノーチェックになってます。今地下鉄の駅にいるんですけども、こ
ここの駅におります。123駅がサグラダ・ファミリア駅で、サグラダ・ファミリア駅へ行くために待ってます。でここの電光掲示に残り時間出るんですけども、もう多分ね15秒ぐらいになると思うんですけどね。あれでやってきました。この電車に乗ってねサグラダ・ファミリア駅行きます。ここで一旦動画を置いておきます。この先もぜひねチャンネル登録していただきまして、バルセロナ旅行の後編をお楽しみください。